こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回は以前この動画で紹介した生地を使ってワンピースを作っていきたいと思います。型紙はじゃん、この1枚で可愛いワンピースという本の中からこの10番のベルト付きカフタンワンピースというものを作りたいと思います。パターンも作り方もシンプルでとっても作りやすいなと思ったので、簡単なワンピースを作ってみたいなという方やゆったりしたワンピースが作りたいという方におすすめなアイテムです。ぜひ一緒に作ってみてください。始める前に自己紹介をちょっとだけさせていただきます。30歳の時に2年間洋裁学校へ通って、その後オーダー服のプロの先生のもとで服作りのノウハウを教わってきました。おかげでパターン作りからソーイングまで一貫してできるようになりました。今は家族3人分の服を作りながら楽しく過ごしています。肩肘張らずに楽しく洋裁を趣味にしたいなという方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは早速スタート。まずは必要な生地の量を紹介したいと思います。ちゃんと本にも詳しく書いてあるので安心してください。必要な生地は生地幅144センチの生地を使うと S サイズだと3メートル、M サイズだと 3.1 メートル、L サイズだと 3.2 メートル必要ということです。ちなみに S サイズはバスト110センチの着丈が116センチ、M サイズはバストが118センチの着丈が123センチ、L サイズはバストが123センチの着丈が126センチで出来上がります。でこの本の中の50ページを参考にして縫い代をつけて生地を裁断しておいてください。ポケットにはこのポケット口のところ2箇所にこんな感じで切り込み印を入れておいてください。袖山の部分には合い印が1つ2つ3つと3箇所あります。3箇所にきっちり合い印をつけておいてください。身ごろの縫い代はつける順番にポイントがあります。まず最初に肩のところに縫い代をつけて、首周りとアームホールはその後つけます。で肩のこの両サイドの部分では直角出しで、アームホールの部分は先にアームホールの縫い代をつけて、最後に脇のところから縫い代をつけてきて、アームホールの下のところで直角出しをします。前身ごろも今と同じようにして縫い代をつけてあげてください。で直角出しに関してはこの動画で詳しく紹介をしていますので、まだ見てないよという方は是非そちらも参考にしてみてください。そしてこのワンピースには見返しがつきます。前の見返しと後ろの見返しがあります。この前と後ろの見返しには両方とも接着芯を貼ってください。そして接着芯の貼り方、接着芯の扱い方はこの動画で紹介してますので、ぜひご覧ください。では縫っていく前にロックミシンをかけたいと思います。見返しのここの部分、あとはここの部分にロックミシンをかけます。あとは前と後ろの身ごろの肩と脇の部分にもロックミシンまたはジグザグミシンをかけておきます。ロックミシンをかけたら、まずは首周りから先に作っていきたいと思います。後ろ身ごろと前身ごろを中表にして合わせます。でこの肩の部分を縫い代1センチで縫ってミシンで縫ったら、この縫い代を開いてアイロンをかけておきます。
はい、身ごろの肩が縫い合わされたら、次に見返しを作ります。見返しも前の見返しと後ろの見返しを中表になるように合わせて、この肩の部分を合わせます。でここを1センチで縫う。反対側も同じようにして肩の部分を合わせて1センチで縫ったら、さっきの身ごろと同じように縫い代は開いてアイロンをかけます。こんな感じでちょっと表に返した時に縫い代が飛び出てたらカットしてあげてください。こんな風に輪っかになったら OK です。次に身ごろと見返しを合わせていきます。身ごろは表面が上になるようにしておきます。でこの首元、手前が前身ごろ、奥が後ろ身ごろっていう風に置いて、この見返しは裏面が上に来るように、つまり身ごろと見返しが中表になるようにして合わせます。で前の部分を形を合わせて、肩の縫い目の部分を揃えて留めておくとずれにくいかなと思います。こんな感じでしっかり合わせたら、この首周りを縫い代1センチでぐるっと縫っていきます。で前の見返しのここのカックンっていうところ、この位置がわからないなっていう時には、ミシンで縫う前にこんな感じで、見返しの下の部分は縫い代がついていないので、下と型紙を揃えて、でここのカックンのこの位置にチャコでこんな感じで印をつけておいてあげると、曲がる時も目安になっていいかなと思います。こんな感じで身ごろと見返しがついたら、今度はこの見返しを表に返したいと思います。でこのままね表に返すと角のところとかがうまく綺麗に返らないので、綺麗に返すためにこの縫い代に切り込みを入れていきたいと思います。切り込みはミシンの縫い目は絶対切らないように気をつけて、ギリギリのところまで切り込みを入れます。こことここに切り込みを入れるのと、あとはカーブの部分にも切り込みをチョキンチョキンと入れていきます。そしてここの前のここのカックンのところはこんな感じで縫い代をカットしてあげる。こうやって表に返した時に、ミシンのこの縫い目のところでこの縫い代を折った時に、こんな感じで縫い代が重ならないようになれば OK です。縫い代カットしていないと、この縫い目のところで折った時にこれだけ生地が重なるんですよね。これが表になかなか綺麗に返ってくれないので、この部分をカットしてあげるイメージでここをカットしてあげてください。こんな感じでここの前の部分には切り込みを入れて、ここの肩の部分も縫い代がねちょっと分厚く、生地が重なって分厚くなるので、四角くこんな感じでカットしてあげるとちょっとすっきりするかなという感じです。で切り込みを入れたら見返しを表に返したいんですけど、見返しを表に返す前に一度縫い代を折っておきます。見返しの方を下にして縫い代を折って、ミシンの縫い目のところでアイロンをかけます。今こうやって縫い代を折っていて、なんか生地が突っ張るなって感じたら、切り込みが足りていない状態なので、そこの生地が突っ張っている部分でもう一度ハサミで切り込みを入れてあげてください。はい、こうやって折れたら表に返します。で表に返したら
見返しの方が少し控えてあるように、こんな感じでちょっと内側に見返しの方が入り込むようにアイロンをかけます。さっき縫い代を折ってアイロンをかけたので、割とすんなりこの状態になってると思います。もう一度しっかりアイロンをかけてあげてください。こんな感じできっちり見返しが裏側にひっくり返ってアイロンで整えたら、ここの際にステッチをかけていきます。こんな感じでぐるっとステッチがかけられたら、今度はここの脇本には 3.8 センチで2本ステッチを入れると書いてあります。次にここの部分にタックを入れていきます。こんな感じで本にもちゃんとしっかりイラストとして書いてあるのでわかるかなと思うんですけど、こんな感じで前身ごろの表面を下にしておいて、この裏側から見返しがある方から四角のカックのここを一度つまんで持ち上げてあげて、で反対側のカックのところで折ってあげる。でこの時に前の端の高さが揃っているのを確認したら、ここで一旦タックを折った部分にアイロンをかけちゃうのがいいかなと思います。ここの見返しの部分だけでもいいので、こんな感じでアイロンをかけてあげると、ここ前の部分がちょっと落ち着くので、こんな感じでアイロンをかけてあげてから四角くステッチで留めてあげます。こんな感じで一回ピンで留めちゃってもいいかな。なんかすぐ結構グラグラ動くので縫いにくいかなと思います。一度ピンで留めてあげた方が固定されるのでずれにくく縫っていけるかなと思います。でここを四角く縫う時にはこの裏側に後ろ身ごろがあるので、それ一緒に縫い込まないようにちょっと気をつけてあげてください。こんな感じで首周りが完成です。では次に行きます。次に袖と身ごろを縫い合わせていきます。袖はパターンを外す前にちょっと作業をしてほしくって、袖口の裏面で後ろ側に印をつけます。どうやって後ろ側を判断するかっていうと、この合い印、袖山の合い印がついていると思うんですけど、2本ついている方が後ろ側の合い印になるので、2本の合い印がついている方の真下に印をつけてあげてください。袖と身ごろを縫い合わせる前に先にしておくことが2つあります。まず1つ目が袖の両脇にロックミシンをかけること。2つ目が袖口の部分を三つ折りで折ってアイロンをかけておくことです。で袖口の縫い代は今回 2.5 センチだったので、一度 2.5 センチで折って一度開いて1センチで折って、こんな感じにして用意しておいてください。そしてここまでいったら身ごろのアームホールとこの袖山の合い印を合わせてピンで留めて縫い代1センチで縫います。はい、こんな感じで縫えたら、この今縫ったところにロックミシンをかけていきます。ロックミシンをかけたら、今縫った袖山の縫い代を身ごろの方に倒してアイロンをかけます。
はい、こんな感じで袖がつきました。反対側も同じようにして袖をつけます。はい、ということで今回はここまででおしまいにしたいと思います。次回はいよいよ完成します。楽しみにしていてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。